今日はですね、食べ物と飲み物についてお話ししたいと思います。ね、私体のことをね、レッスンで教えているわけですけども、主なのはもちろん体を動かして、血液の巡りを良くしたりだとか、呼吸しやすい体にしていくっていうことをレッスンではやってるんですけれども、やっぱり、巡りをね、もっと、良くしても、そもそもその巡ってる血液がね、やっぱり良質なものが巡っててほしいなって思ってるわけなんですよね。だからやっぱり食べ物とかね、飲み物とか気をつけるところは気を使っているので、よくね、皆さんからもどんなもの食べてますかとか質問いただくので、今日はね、食べ物、飲み物についてお話ししたいと思います。で、普段ね、私もちろんね、食べ物は気を使ってますけど、だからといって絶対ベジタリアンですとかね、そういうのはないんですよね。で、前のね、動画でもちょっとお話ししましたけど、小麦粉も全然食べるし、お砂糖も取るし、別に何かが NG っていうことはないんですよね。だけどやっぱりメリハリをつけてるっていうところがね、大切かなと思っていて、なんでなるべく例えばお野菜とかは、農園で頼んだ無農薬のお野菜を毎週届けてもらって、それを食べてるけど普通にスーパーで一般のお野菜も買うので、何でもがんじがらめにね、全部考えてしまうと余計にストレスになっちゃうので、できる範囲でやるっていう感じですかね。食材選びはなるべく無農薬とか自然なものを使うけど、普通にも買うぐらいの緩さでやってます。で、あとね、よくね、夜お腹空いちゃった時どうしますかみたいなね、お話もあるので、今日はね、一つ簡単にねできる、スープ、味噌汁をねちょっと紹介したいなと思うんですけど、私ね、よくお腹空きます夜に。で、お腹空いちゃうと夜にね、ずっとそれがね、お腹空いたってね、ずっと巡っちゃって帰って寝れないんですよ、お腹空きすぎちゃうと。だから本当にお腹空いちゃった時は食べます、普通に。ただ食べる内容を気をつけるっていうことですよね。重たいものを食べちゃったりとか、やっぱりそんなカロリーのね高いものを食べたら、もう気分的にも罪悪感でいっぱいになるじゃないですか。だから罪悪感なく食べれて、しかも簡単にできるものを、作りますというか混ぜます。で、今からご紹介するのは夜食でも食べたりするけれども、朝ね、やっぱ時間がないので、朝のお味噌汁として作ったりもします。使う材料はね、春雨のね、こういうちっちゃい、なんていうんですかね、1カップ用みたいなものがよくね、丸くなって売ってるので、その春雨をポンってお椀の中入れて、で、あともう乾燥素材です。もうそっから切ったりするの嫌だし、朝起きた時も包丁出してまな板出してとかやるとね、後が大変なので、だいたい家にあるのは乾燥の椎茸とか、あとお麩とかね、あとわかめとかね、身近にあるすぐ手に入る乾燥物をストックしてるので、それをポイポイって春雨と一緒にお椀の中入れて、でお出汁をちょっとペペって入れて、で味噌汁にしたい時はそこにお味噌をペッて入れて、でジャーってお湯を注ぐだけなんですけど、私の家にウォーターサーバーがあるので、お湯も沸かさなくって、普通にウォーターサーバーのお湯の方をね、ビーってひねればお湯が出てくるので、そのお椀の中に全部入れて、ジャーっとお湯入れて、早くやりたい時はサランラップをペッてかぶせといて、3、4分待つと、だいたいその春雨がね、いい感じに麺になっているので、そしたら食べられるので、そうするとカロリー的にもね、あんまりね多くないし、でもね、結構お腹いっぱいになるんですよね。春雨あるし、なんで満足はできます。で、あったかいしね、スープだから。で、朝はそれに玄米炊いてあるので、玄米とあと納豆とかキムチとかを食べるかなっていうことが多いです。なのでわざわざ何かをね、カットしてなんとかじゃなくて、乾物ポイポイって入れてジャーってするだけです。でもね、お手軽でできるので、ぜひねやってみていただきたいんですけど、ただあれですね、海外のお住まいの方はもしかしたらそういうお麩とかね、
何それと思うかもしれないですけど、でも最近ねわかめとかは多分手に入ると思うので、私カナダ行った時にトロントのスーパーかな、わかめ普通に売ってたので、そういう乾燥物をね買っていただけるといいかなと思います。あとね、お味噌汁の代わりにコンソメの粉入れて普通の和風の味噌汁にしなくても別に普通のスープもできるので、そういうのでね試してみていただけるといいかなと思います。で、飲み物は、基本的に私はそのウォーターサーバーから普通にお水をよく飲みます。味付いてないね普通のお水もよく飲みますけど、ただレッスンがねある時とかは、そうですね、水筒にお茶とかね入れてきます。で、実はですね、私おすすめの漢方茶がありまして、それをね、よくは飲めないんですよ。なぜならばね、その漢方茶すごく美味しいんですけど、なお値段がするので、本当飲んでる方は多分ちゃんときちんと定期購読ねされて毎日飲まれてる方もいると思うんですけれども、私はここぞという時にはその漢方茶を飲んでるんですね。例えばちょっと風邪ひきそうとか、ちょっと最近調子が悪いかもとかねなんかちょっと疲れやすいかなっていう時にはそのね漢方茶を飲んでます。でね、その漢方茶の名前は潤い美漢茶って言うんですけど、普通の漢方ってちょっとなんていうの、古臭いとかね、ちょっとなんか匂いすごそうとか、なんかおじさんっぽいとかね思うと思うんですけど、それはねすごくね可愛らしいパッケージになってるんですね。で、味もどちらかというとちょっと甘い感じなんですよね。で、フルーティーな感じもするし、私は普通にね美味しくいただけてます。で、その潤い美漢茶をティーポットに入れて、で温かいお湯注いで、そうですね、私朝起きたら結構それを15分ぐらいそのまま放っておいて、抽出されたものをまず1杯は自分でマグカップに注いで朝飲むんですけど、残りはちゃんとこうね、今日も持ってきてるんですけど、水筒に入れてあったかい状態で持ってきています。で、もったいないのでまたお湯入れて、でまたしばらくずっと置いておいて、それをまた水筒に入れて家に置いてきたりとかもしています。で、その漢方のね元って食べられるじゃないですか。クコの実とかねいろいろ入ってるんですけど、なのでよくその出がらしっていうんですか、その残ったもので、お雑炊作ったりとか、あとはね、麺のトッピングとして上に乗せたりしてお昼ご飯に食べたりしています。で、なぜね私その漢方茶が好きかっていうと、私ほらすごく動きますよね。体を動かします。で、よくね汗もかきます。踊ったりするしね。で、あとほらパソコンもすごく見たりするので、なんかそのね血液の成分がね足りなくなるわけですよ。私すごい使うわけですね。頭も使えば体も使うしね。だからやっぱりその食品から補う部分よりも多分使う量がすごくね多いんだと思うんですよね。なのでもうちょっとなんか足りないかもとかって思う時は、ちょっと調子悪いなと思ったら濃いめにその漢方茶を入れて飲んで、かつ全部食べるっていうね、最後までっていうのをやっています。で、この漢方茶ってね結構季節でいろいろね変わって出てくるんですね。冬になるとカカオが入ってたりとか、今回私が持ってきたのはローズ美漢茶だったりするんですけど、いろいろねちょっとジンジャーとかね、冬になると、私ジンジャー美漢茶すごい好きなんですけど、季節によってね変わるので、そういうのも楽しみだったりするんですけどね。なのでお茶は具合が悪くなりそうになったらなる前に漢方茶を飲むっていうことはしてますね。あとね、そうだな、普段はコーヒー大好きなんですよ。だけどやっぱノンカフェインコーヒーも常備してて、常にノンカフェインじゃないんですよ今日はいっかカフェイン入っててもみたいな日はカフェイン入りを飲んじゃうし、今から頑張るしっていう時は飲んじゃうけど、午後はやっぱりノンカフェインを飲んでるかなぐらいですかね。
でもやっぱり食べるものとかね、飲むものってね、この体の中を巡ってる血液にね、直接やっぱり関係してくるものなので、なるべくね、自然なものとか、体にいいものはね、取るようにしてますけど、考えすぎはこれまたストレスになるので、適度にね、自分で考えていいなと思うものを選んでね、食べたり飲んだりしていただけるといいかなと思います。おやつなんかもね、また紹介していけたらいいかなと思ってます。ぜひね、体にいいものを取り入れてみてください。で、チャンネル登録ぜひお願いします。あと参考になったりいいなと思ったら、ぜひこのね、グッドボタン押してください。質問があったらぜひね、コメント欄に書いてください。ではでは。